皆様、本日はですね、こちらの鮭をメインにこういう鮭かすとか仙台味噌、発酵食品ですねを多分に使った免疫力アップ料理作っていきたいと思います。まあね、本当もう大将の仕様が分かんないしね、だったらもう免疫力を上げてね、元気になっとけば大丈夫。病は気からですよ。美味しいものかつ体にいいものを食べてるっていう気持ちがあればね、さらに大丈夫よ、みんな。じゃあやっていきます。で、今回はこちらの酒かすで、この酒かすがすごい体にいいみたいで、まあ酒かすとかを使ってる甘酒とかがここに調理例で甘酒とか書いてるんですけれども、やっぱね、甘酒って飲む点滴って言われてるほどすごい体にすごい栄養素もねたくさんあっていいので、こちらの酒かすと、あとは発酵食品味噌で、まあ野菜類もねたくさん入れて、まあそれぞれにねいろんな効果はあると思うんですけども、詳しくはね概要欄に書いてあると思いますので、ぜひぜひ気になった方はね、あ、この食材こんな効果あるんだと思いつつ、ぜひ作ってみてください。じゃあやっていきます。今回ニンニクと生姜を入れるんですけれども、こちらの生姜だけ今回生のすりおろしで、最後調理後に上に乗せる感じにします。なんで生姜だけはちょっとすりおろしておきます。で、今回鮭の切り身、サーモンですね。今回は骨取りのサーモントラウト、こちら4匹分4かけ分ですね。野菜類はキャベツとしめじ、えのきはまあこれ半量ですね。人参、玉ねぎと、今回なんか使い切りのパプリカがあったんで、緑黄色野菜はね体にいいのでちょっと分厚めにパプリカと、彩りと栄養素ですね。ちなみにパプリカは、ピーマンの倍以上ビタミン C が入ってる。すごいね、ビタミン C 取り放題じゃん。あ、ちなみにパプリカは今回はないんですけど、一番栄養素が高いのはオレンジ色。色によって違うんだって、栄養素。今回ね使い切りサイズで赤と黄色が入ってるのが売ってたんで買っちゃいました。で、玉ねぎも半量でいいかな。適度な大きさにくし切りで、人参もこちら半分なんですけども、こちらよく水洗いして皮ごと使います。こういうね野菜類は結構ね皮に栄養素が多く含まれているので、皮ごとやっちゃいます。こんな感じで短冊切りにしてあげてください。で、用意した野菜はこんな感じでカット。今回キャベツはカット済み買ってるんですけれども、で、ほんとよくね全部水洗いちゃんとしてあげてください。では鮭、こちら軽くね塩コショウだけ最初しときます。でね、今回のこの鮭はね骨取りサーモントラウトでもともと骨を取ってくれてるみたいなので、すごくいいですね。野菜もなんだけど、サーモンもう皮にすごいしっかりね栄養素が入ってるので、皮ごと食べてほしい。で、僕がねそんなにサーモンの皮って得意じゃないんですよ。なんで今回はしっかりと最初にまずサーモンの皮目をね焼いて、しっかりカリカリにして食べやすくしてあげます。じゃあまず黒胡椒で、下味付けるのはこの身の方だけで大丈夫で、お塩。せんちゃんがすりおろしてくれたんだけど、一応ね生の方がやっぱ抗菌作用は強いみたいなんで、もちろん火にかけてもね効果がなくなるわけじゃないんだけど、生の方がおすすめみたいですね。なんでこちらは仕上げにかけます。で、まあちょっとサーモンの準備ができたんで、最後ではちょっと今回のタレを作っていきます。ではまずこちらのお味噌、今回仙台味噌ですね。僕はよく使うのは仙台味噌です。大さじ山盛り1杯分しっかりと、みりんを大さじ2杯で、調理酒お酒大さじ1杯、ここに酒かす、今回これ 200g あるんですけれども約 50g ぐらい入れます。俺酒かす買ったの初めてなんだけど、見て、なんかこんな折りたたんである感じなんだね。粘り気というか弾力すごい。酒かす紙粘土みたい、食感っていうか触り心地。はいにお砂糖大さじ1杯で、ここにチューブでいいのでニンニクを少々、小さじ1ないかな、あるかなないかなぐらいですね。で、こちらよくちょっと混ぜ合わせておきます。俺なんか酒かすのイメージってさ、ちょっと味噌っぽい感じなんかと思ったら思いのが硬いんだね。ちょっとよく練らないと溶けなさそう。で、酒かすもうちょっと
溶かしたいのでよく混ぜるんですけれども、こんな感じで基本的にタレは完成です。じゃあちょっとサーモンを先に焼いていきます。ではサーモンなんですけれども、ちょっとコクをね追加したいので、まずバター 30g、 サーモンのね皮目をしっかり焼いていきます。ではサーモンの皮目から焼いていきたいと思います。で、皮目を焼いた後はもう正直身の方は野菜入れた後蒸し焼きにするので、そこまで気にしなくていいので、もう本当に皮目をしっかり焼くっていうイメージですね。最初ちょっと焦げるぐらいでちょうどいい。これはもう好みですね。全然その生っぽいじゃないけど、結構そこまでカリカリじゃなくても皮食べられるよって方はそこまで気にしなくても大丈夫です。じゃあね、皮目だけ2分ぐらい焼きました。ちょっと繰り返して見てみるんだけど、こんな感じですね、鮭の皮目は。で皮目にねいい焼き色がついたら、このバターと鮭のうまみが出ているこのフライパンでもう他の野菜類もやっちゃいます。で最終的にもうこれ蒸し焼きにして、このフライパンごとはいどうぞみたいな感じにしたいと思うので、見た目をね美しくやりたいですね。まずキャベツを下に敷き詰めます。キャベツと基本的にはそうだね、玉ねぎ、あと人参をいい感じに敷き詰めていきます。でえのきもいい感じにほぐして入れて、えのきとしめじもですね。で色合いきれいにするんだったら人参半量ぐらいは残しといて、最後にまた人参のした方が綺麗だと思います。こんな感じで野菜きれいに敷き詰めたら、真ん中にサーモンを置いときます。じゃあこんな感じで野菜敷き詰めた後、上に皮目を下にサーモンを置いたら、こちらの酒粕入りの味噌だれですね。でこちら混ざりづらかったらちょっとね電子レンジでチンして温めてあげたら酒粕溶けやすくなります。はい、でこちらをもうサーモンの上にちょっと塗る感じで、あとは蒸気で溶かしていきますね。はい、サーモンの上に塗ったら、あとはちょっとね野菜類の上に少しのせてあげて、じゃあこちらの味噌を塗ってあげたら、最後蓋をして蒸し焼きにしていきます。で火は中火で、完全に火が通っちゃえばいいので、あまり強くしすぎないで焦がさないようにね、野菜から蒸気が出る感じにして、で約10分から12分ぐらいまず様子を見てあげてください。でちゃんと火が通ってれば大丈夫なんで、焦がさないように注意だけして火入れをしてあげてください。ではオープン。こんな感じですね。仕上がってますね。こんな感じで仕上がり完成なんですけれども、もし今回野菜、キャベツが4分の1玉なんですけれども、ちょっと水分量が少ないかなと思ったら気持ちお水足してあげてください。で最後こちらにこの生姜をね上にのせたら完成なので、実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思うんですけども、はいその前にこうちゃんがね一番最初に概要欄に書いてあるって言った栄養素の話なんですけども、鮭とパプリカと生姜とニンニク、味噌とキノコと人参、あとそれから酒粕ですね、こちらのね詳しいことを書いてあると思うので、ぜひね気になる方は見てほしいなと。あと海外の方もねたくさん気になってると思うので、今回の動画は世界の方にね向けて見てもらえたらなと思います。はい、じゃあ早速実食していきたいと思います。いただきます。もう取っていい？絶対うまいよね。まず鮭1匹もらうわ。鮭1尾、はい、これでどうぞ。ありがとう。あれ野菜は取らないの？野菜はこっちで取る。なるほどね。私からはいお先にいただきます。香りがめっちゃいいね。ちょっと待って、皮ごといくね。じゃあサーモンいただきます。待って、ちょっと生姜ものせたいよね。いただきます。やばい。うまっ。ご飯に合う？ご飯がうまず。じゃあちょっと僕もいただきます。このやっぱり生姜をね一緒にね、せっかくだからね。いただきます。
味噌とかねすごく効いてて美味しいんだけど、やっぱ最後に生姜かけてるから、アクセントにすごく効いてる。めっちゃうまい。あと酒粕ってそんな結構癖があると思ってたんだけど、全然ないね。料理にするとね、甘い感じ。でも味噌がやっぱ強いから。もうお野菜がめっちゃうまい、本当に。あ、これ絶対生姜入れてほしいね。効いてる。さあもうふわふわ。これはうまい。なんかでも久しぶりにさ、結構さ、栄養とかをさ、調べたじゃん。でそれを上で踏まえて作ったからさ、めっちゃ体にいい味がするね。あーうまい。これはうまい。すごい味噌だけじゃない、やっぱその酒粕のコクがあるね。そうだね。でもそのなんかアルコール感とかそういう感じの味はしないよね。まあ、ちゃんと蒸してあるからね。わかんない、最近飲んでないっていうかさ、食べてないからわかんないけどさ、かす汁って結構癖があるじゃん。そういう風な癖はない。ないね。食べやすいね。わかんない、今回買った酒粕がそうなのかもしれないしね。普通にスーパーとかで売ってるからね。あれ確か月桂冠だっけの酒粕だったかな。あとはやっぱり生姜とかも効いてるからっていうのもあるかもね。あるだろうね。うまっ。あっという間に食べ終わるわこれ。ということで、本日はですね、とっても簡単にできる美味しいね、免疫力アップする料理をね、こうちゃんに作っていただいたんですけども、もちろんね、免疫力アップしたからって、必ずね、コロナにかからないって言ったらそういうわけではないんですけども、一応ね、今のうちにね、体をね、こうやってね、抵抗力とか免疫力高めとけば、もしね、かかっちゃったんですよ、インフルエンザとかね、風邪とかにかかっちゃった後でも、十分ね、効果はあると思うし、やっぱりね、こういうのはね、手作りでね、お母さんとか作ってあげれば、旦那さんとかね、子供とかもね、多少不安があっても安心して遊べたりとか仕事に行けたりとかもすると思うんで、ぜひね作ってあげてください。あとはね、世界の方たちもね結構見てくださってるんで、アメリカの方とかね、いろんな国の方も多分見てくださってると思うんで、ぜひね大切なね家族のために作ってあげてほしいなと思います。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。